はディズニープラス、原で配信中のドラマ、将軍のネタバレありの動画となっています。本編鑑賞後の視聴を強く推奨いたします。以上を踏まえてお楽しみください。休憩会だったな。第6話おっぱいありませんでした。以上。マリコと落葉の方と虎長の関係性深掘り会で大阪の陣への布石として練り上げた脚本だが、原作にはない部分なんだろうな。先週までは、作品のクオリティに安心感あったんだがなんか今回で不安になったな。俺的にだが、最終話の時点で、まさかの低評価の着地にならないことを祈る。今回本当にいまいちだった。これまでの上手い脚本が嘘のように全部セリフで説明してた。ダメな日本のドラマみたいだったな。今回は期待外れ。日本人らしい婉曲的でもったりした掛け合いは疲れるし、視聴者が心の機微に触れて楽しんでくれることを期待してるかのような仕上がりにもげんなり。これつまんねえとか言ってる奴らは一回史実を検証してから見ると色々な違いが分かって面白いぞ。歴史は勉強しとくもんだと思ったわ。第6話はハードコア将軍ファンに特化したような内容だなと思った。子供には無理だな。一歩間違えば終わりの人間描写は見応えあったぜ。視聴者に全然媚びない姿勢は誠に潔い。普通のドラマでは視聴者をふるいにかける内容など入れない。一歩間違えると最悪になるからな。しかし、SHOGUN は高いレベルで意外性を次々と提示してくる。だから、独特の没入感が得られる。脚本家は全体のバランス見ながらよくやってるし、何らかの賞もらえるだろうね。見てる最中、ベテランの評論家をうならせるドラマとはこういうものなのか、という新鮮な驚きがあった。今回はコアなドラマファンに特化した内容だったと思う。逆にそうじゃなきゃベテラン評論家から9.9点は取れないということだ。通貨虎長の戦力しょぼすぎだろ。日本の半分を制して数十万の軍勢を持ってそれで決戦して将軍じゃないのかよ。次回いきなり実は数十万持ってましたとか言われても無理あるぞ。紅天吐いたさん、紅天じゃ、心変わり早すぎだろあら。なんか虎長が意味深なこと言うだけで事態のイニシアチブを何も取れてない無能にしか見えないんだが、原作もこうなん。今回も大阪攻めしない言っときながら特に新しい策もなくてのひら返してるし。大阪から脱出する時も、安心の起点がなければ最初にカゴを覗かれた時点で積んでたし、本当に作詞なのかとは思う。虎長の業務上問題処理能力は底なしだと思った。やっぱり、虎長は普通の人間じゃないね。なんだかよくわからないうちに、人をちゃんと動かしちゃう。日本から出たい、という男に対し、この世を忘れさせてやったでござる。これが将来、日本のトップに立つ男の手腕なのであった。いつになったら戦するんだ？まさかどうする家康レベルまで落ちる？予算何に使ったのか査問委員会開くべき。正直なんか期待しすぎてたよな。関ヶ原も楽しみにしてたんだがあんまりハードル上げない方がいいなこりゃ。誰も SHOGUN が大スペクタクル戦争ドラマなんて言ってないぞ。予告では結構エグめの戦いしてるっぽいから結構期待してるぞ。ゲームオブスローンズも初期は予算がなかったのか、戦争シーンを省略してたな。CG フェイク満載のド派手合戦シーンを期待している人もいるようだがそんなの世界の視聴者はもう飽きてるんだよ。はいはい、よく作ったね。ってね、ベンハーのレースシーンみたいに実際にやれば別だが、最近は死者出したら大騒ぎになる。だから最近は、工夫を凝らした濃密な人間ドラマで勝負する傾向になってきたんだと思う。制作陣が、これはサクセッションでありハウスオブカードって言ってる時点で、合う合わないの問題な気がする。根本的に合わんやつ。その二つと比べるとギスギス感が足りない気がするわ将軍。安心メインだからってのもあるが。ただそれプラス日本人以外からスやエスニック味、要するにゲイスロ味があって魅力的なんだろ。虎長処刑は大老5人揃うのにこだわったり1人反対しただけで、止めるのに同格の杉山はあっさり切るんかい。今回石堂が思い切ったことをしてるわけだけど、もはや石堂の意思というよりは落葉の方に完全にコントロールされてる状態だよね。落葉の方が戻るまでは石堂も一応一線を越えることはしなかった。三成より家康の方が圧倒的に政治力も軍事力もあったのに弱小大名みたいな扱いなのも腑に落ちないわ。関ヶ原で大楽天してカタルシス感じるための振りなんだろうし、その辺は別物として見るべきなんだろう。能の名手の伊藤殿は芝居狂いの文化人タイプで政治力ゼロだから選んだんだろうな。五大老のニューカマーが能の名手という設定は日本的な風情があっていいね。いかにも日本の上級文化という香りがあっていい。能役の人は笹井英介だったね。
アップの場面はなかったけどすぐわかったわわら。やっぱり名脇役だね。新五大老、伊藤様のやってたのって明智党ってやつかな。しかし結局また四大老になってしまったわら。あと、マリコの回想場面で薙刀稽古の場面が出てきたけど、マリコが第3話で薙刀で大活躍した場面の答え合わせになってる。遊女に対する独特の視点が提示されて、そこまでやるのとは思ったが、徐々に原作者の作家魂に惚れたよ。茶屋の値段が500分と振ってから300分で決定したけど、今の値段だといくらですか？分じゃなく門目だったと思うが、江戸期の銀一貫1000門目125万円。らしい価値は1問目1250円。ズバリサービス料37万5000円になります。超高級風俗だな。門目は銀の通貨単位であり、日本固有の質量単位の故障。重さは 3.75 部で今発行されている5円硬貨は重さ1問目である。ちなみに子供遊びの花1問目は漢字で、と表され、銀1問目の花を買う際に値段を負けて悲しい売り手と、安く買えて嬉しい買い手の様子を表した歌。通訳にエロい言葉訳させるプレイを自分もやってみたい。お菊がマリコの気持ち察してマリコの後ろに回り暗人とマリコの目線が交差するように促しつつ、マリコの本音として通訳させるのもたまらんかったね。肌一切見せないのにすごく官能的でよかったよね。だからこそ序盤の予売。こんないいシーンあったのになぜって思ってしまう。6はすげえエロく感じたけどこれ外人に伝わるんかな？わら、官能小説みたいだった。明かりがろうそくだけという点がリアルな時代劇のムードを濃密に醸し出している。ろうそくの明かりが穏やかでちょうどいいからムードも出て、より官能的に見えるね。遊女が新人に無の概念を教えるカットに笑った。女が切腹って、戦国時代ぐらいまでは女性が切腹した事例もあるのだよ。マリコ殿の喜びを抑えきれない顔かわいい。原作と違って女性に焦点当てすぎで進行が遅くなってどんどんつまらなくなってるっていう意見もあるね。男性社会の中での女性の生き方に焦点当てるのは今の時代仕方ないのかな。戦国時代の女性の生き方ほど、現在と違う生き方はないからね。フェミニズムが跋扈してる現在では想像もできないだろう。女性に焦点当てるのも悪くないんだが、いや、むしろ、このドラマの見せ場の一つでもあるんだが、バランスかな。もっと、男同士の陰謀と戦いに見せ場が欲しい。個人的には今話が一番面白かった。ドラマならではの女性の掘り下げが丁寧でここに来て双方の女の戦って面が強調されて、よかったね。贅沢な作りだと思う。藤の目くばせが可愛かった。藤役の女優は目の表情が豊かでいいね。二階堂ふみってそんな好きでもなかったけど落葉の方はすげえ良い。セリフが良いのもあるけど石堂に、なぜ私だけが男を埋めたかわかるかと迫るシーンは続々して鳥肌立ったわ。女優さん年齢順。抜けさという香り、33歳。アンナ沢井、31歳。二階堂ふみ、29歳。星萌香、28歳。落葉度の貫禄ありすぎ。二階堂ふみの怪しさ悪辣感良かったわ。落ち葉の方が父親が明智に殺されたって言ってたけど、じゃちゃの父親の浅井長政を撃ったのは秀吉じゃなかったっけ？その辺は史実と変えたんだろ。落ち葉が黒田の子ってした方がわかりやすいしな。史実だとマリコガラシャの夫も義父も家康の家臣じゃないし。虎長が美人は得意じゃないってのがミスリードかな。6は中盤で落葉にお父上が撃たれましたっていうシーンがあるから黒田が父設定だね。黒田信長の妹の子にするとややこしいから、娘設定にしたんだろうな。すまん歴史詳しくないんだけど、これ落ち葉の方が織田家で対抗が豊臣虎長が家康ってことで合ってる？次は関ヶ原の戦い？落ち葉の方のモデルよどどの浅井長政の娘信長の姪だけど、史実通りにするとややこしいのでこのドラマでは黒田、信長の娘になって、落葉より史実のよどどの人生の方が過酷やな。マリコと瑠璃姫の子供時代回想やけに意味深な演出してるね。実の父親は誰だトリックに加え子供取り違えトリックも絡めてくるかも。ああ対抗の子じゃないのか。落葉の方と虎長が秘密裏にまぐわったから、対抗は種なしだった。落葉と虎長の思わせぶりな目くばせを見れば二人の関係が想像できる。それなら何百人もいた側室でもできる。しかも石堂に、聞いておらんのかって言ってる時点で知られても問題ないこと。バレたら大事になるので普通はやらない。それをやったからこそ落ち葉は世継ぎの母になれた。6話の最後で落葉の方が、私がお世継ぎ義3メタのハフギ3つをしたからだとほのめかしていたのが、このエピソードの肝。
そしてそのお世継ぎの生物学的な父親は虎長だと思う。落葉の方と虎長は意味ありげな目配せしてたからな。秀頼が秀吉の実子ではないというのは当時から噂されていた。作者はそこまで調べてぶっ込んできたのかと感心したわ。それとも原作にないドラマオリジナルか、いずれにしろよく調べてるよ。5年勉強してから小説を書き上げたらしい。原作読むと作者は戦国時代の登場人物や政治の流れを相当勉強してる。時代交渉も結構正確。藪重が本田正信モデルなのもあってたわ。しかし侍個人や平民の細かい生態描写になると明らかに、子連れ狼、座頭市を参考にしたとんでも描写し出すけど、普通に考えて秀吉は種なしだから淀くんは明らかに秀吉以外の子を産むことで天下を牛耳る意識はあったはずだからな。太閤の子が実は虎長の子で虎長を亡き者にして証拠隠滅か。ところどころ昨年の大河ドラマ要素入ってる気がするが気のせいか。東映、要素入れるなら落葉が実は虎長の実の娘だったパターンありそう。若い頃虎長は落葉の帽子役に呼ば入りまくってた。もちろんバレたら切腹者なので周りに、自分は田舎者のブス好き、と公言して危険回避してた。しかし太閤は虎長と落葉母の関係を知っていた。太閤が死に際で虎長に、落葉はお前の側室なってたかもしれん、と言ったのはそのため。薬で意識朦朧とさせておいて根屋に潜んでいた虎長とやらせた。太閤と高大院と虎長の策ってことじゃないのかなと思ったな。でも落ち葉の方は覚えてた。大げさな演劇芝居じゃなくてこういうリアル寄せの演出なら大河ドラマも見るんだけどな。このドラマの人間の描き方は初めて見るタイプだったので、最初、違和感があったけど、いつの間にか没入させられるんだよな。この手法は万人には通用しないが、ハマる人にはハマると思う。